新型アルファードエグゼクティブラウンジ、今回内外装取らせていただきます。すでにねベルファイアのレッドプレミア私も契約して抽選待ちとなっていますが、そちらの動画もアップされていますので合わせてチェックしていただければと思います。今回は私も初見ですけれどもアルファードのエグゼクティブラウンジと最上級グレードとなっています。ではね、まずエクステリアから見ていきましょう。いや、このフロントマスクですよ。ベルファイアのシンプルでプレーンでスポーティーなものもいいですが、アルファードはやっぱ豪華絢爛という感じで、このヘッドライトの下の部分ですね、ここ8連に光ってますが、ここがデイライト兼ポジションランプになっていると。で、三眼ヘッドライトの部分はベルファイアと同じですけれども、一番中央のこの今消えているところがハイビーム、アダプティブハイビームというね、先行車対向車の部分をカメラで読み取ってそこだけ遮光してくれるというハイテクなハイビーム備わっています。そしてウインカーはデイライトの部分が反転して流れるシーケンシャルタイプのウインカーになっています。昨今ね流れるウインカーなくなってきていますけど、個人的にはね流れるシーケンシャルウインカー好きですけどね、このねグリルの部分がですねこうドットパターンで分割されていると。これは先代の30系のねアルファードからイメージ踏襲してますけども、これがねやっぱザ・アルファードという感じですよね。でボンネットフードのところにこういうね、ボンネットが開くこうラインが分割されていますけど、ここがね今回新しい印象ありますよね。そしてコーナリングランプがここについています。ウインカーがついている方だけ、ここがねコーナリングの先を、照らしてくれるというコーナリングランプもついています。そして、こちら LED フォグついています。でここねメッキのベゼルがついていて、ここの部分もピアノブラックになっているということで、質感はめちゃくちゃいいですね。ハードプラ無塗装掃除むき出しなんてところはほとんどないですね。そしてボディカラーはねこちらプレシャスレオブロンドという新色ですけれども、ゴールドっぽいレオってね獅子のレオがついてますから豪華絢爛というアルファード専用カラーとなっています。ベルファイアは白と黒のみとなっています。そして新型アルファードのボディサイズは全長4995、全幅1850、全高1945と1935のモデルもありますが、こちら19インチのホイールを履いているので全高も1945になっています。ホイールベースは堂々たる3メーターとなっていると。ただですね全長も5メーター以下、全幅も1850に収まってますので、マンションの立体駐車場のパレット OK のサイズになっていると。これは嬉しいですね。ただ車重がですね2トンを超えますので、車重が2トンまでの、駐車パレットは NG となりますので、車重だけご気をつけていただければと思います。それでは再度寄っていきたいと思いますけれども、エグゼクティブラウンジではですね通常17インチのホイールが標準装備となっていますが、19インチのホイール3万3000円のオプションで装着されています。いやこのホイールはねなかなか切削とブラックの2色で塗り分けられているホイールになっていて、なかなかこれもスポーティーな、そしてラグジュアリーな印象があると思います。そして、サイドロアのところにはメッキの加色がしてあると。そして、今回ですねキノコミラーは全グレードでなくなりました。すべてのグレードでパノラミックビューモニターという360度カメラが備わりましたので、キノコミラーは映えません。そして、ここがねメッキのパーツがこっちまでつながって、そしてここにアルファードロゴつきました。今回フロントグリルのね中央にはトヨタマークになってますので、先代まであったアルファードマークのアルファがねここについていると、乗り込むたびに見えるという感じになっています。でアウタードアハンドルはメッキ加色されていて、屋根のところをねずっとメッキが、貫通するようなデザイン、そして、C ピラー D ピラーもブラックアウトされているので、ルーフが浮いて見えるようなフローティングルーフのデザインになっています。そしてリアビューもこれも堂々たる感じですね。プレシャスレオブロンドいいですね。ここのサイドのキャラクターラインが単調なね箱に見えないような作りになっていると。この辺のデザインさすが秀逸って感じですね。もう本当にライバル不在ですからね。ちなみにリアウインカーはこんな感じに光ります。こちらも流れるシーケンシャルタイプとなっています。フロントのね、グリルとかとヘッドライトと共通するようなこのドットパターンのリアコンビネーションなランプになっていると。この辺はベルファイアと、印象が変わるところですよね。ベルファイアは左右貫通するようなリアコンビネーションランプになってますが、アルファードはこのドットパターン、これはこれで豪華な感じ。そして特筆すべきはですねやっぱりこのルーフスポイラーに格納されたリアワイパーですね。ここに格納されることによってリアガラス周りがねすっきりするというメリットがあります。これもねやっぱ高級車前としてますよね。レクサスだと RX 相当でついている、ルーフスポイラーに格納されるワイパー、アルファードでは採用していると。そしてここね EHEV-E4 と、そしてこちらにエグゼクティブラウンジと書いてあります。直木マンショーさんみたいなね発音になっちゃいましたけど、でマフラーはね完全に隠されるデザイン、ダミーマフラーとかも流行ってますけど、個人的にはね機能のないダミーよりはこういう隠しちゃう方がね潔いと思います。
続いて内装を見ていきましょう。乗り込むたびにこのアルファードのロゴが見えると。そして、鍵穴は見えるタイプとなっています。でドアを開けるとこんな感じですね。いやー、内装もいいですね。こちらはニュートラルベージュというね内装カラー、これはアルファードのエグゼクティブラウンジ専用の内装カラーとなっています。そしてこの辺も当然ソフトパッドで、ロックピンもサテンメッキがされていて、この辺もソフトパッドステッチ付きのものになっていると。でここも木目調のパネルがつくと。これがエグゼクティブラウンジの専用のパネルがついてますね。これそれ以外のグレードではついてないですね。でウィンドウスイッチのところにはメッキがしてあると。でここもなんかね、キルティング調のようなソフトパッドになっていて、ポジションメモリは3つついています。でドア下部はハードプラですけれども LED のカーテシランプもついていると。エグゼクティブラウンジだとスピーカーにこういうねメッキの過色がつくんですね。やっぱ違いますね。でヒンジはプレス製となっています。そしてシートはプレミアムナッパレザーニュートラルベージュとなっていると。いやこの辺の縫製パターンも凝ってますよね。パイピング処理もされていたりで、やっぱ明るいですね。でこの辺にポジションのスイッチがあると。でここやっぱアルファードはね、運転席のフロアが高いんで、ここ1段上がるような感じになっています。でここ上がって、先代はここにグリップあったような気がしたんですけれども、今回はここにグリップになっているという感じです。それでは乗り込んでみましょう。よっこらよいしょ1と。ちょっとねやっぱね車高が高いんで乗り込みはよっこら小1になりますね。ドア閉めた音はこんな感じ。はい、めちゃくちゃ重い音がしますね。先代は結構ベインって感じだったんですけど、今回の新型では結構ね重い音になりました。新型アルファードエグゼクティブラウンジのインテリア前景はこんな感じ。ニュートラルベージュのインテリアいいですね。細かく見ていきましょう。まずね気になるのはこの14インチという超巨大レクサスと同じサイズのナビ画面になりました。もうレクサスとの差がなくなっちゃいましたね。レクサスオーナーとしてはちょっと悲しい気もしますけれども、ベルファイアも買ってるんでどっちでもいいかという気もしますけれども、このナビはねちょっと最近ねあんまり評判がよろしくないという個人的な気になっているナビですね。不満を上げるとキリがないんですけど、画面のねこんなに大きいのに2分割表示ができないとか、あとは音楽とかを表示するにしてもこう全画面になっちゃうと。でオーディオの選択画面ではここのなぜかショートカットが消えてバツ印が一番対角線の遠くにあるとか、この辺の UI は相変わらず課題が多いところですね。でさらにエネルギーフローチェックしておきましょう。はい、このね理科の実験みたいな感じで言われている、床板は追加されている感じにはなってますけれども、ちょっとねプレミアムな感じがあんまりしないエネルギーフローの画面になっていたり、しかもこれ全画面で映す必要ないですよね。小さくこの辺とかにウィジェットで表示できたらいいのになと。そういう意味ではね今回 12.3 インチワイドの液晶になってるんで、この中にエネルギーフローを表示することができるので、不満は一つ解消されているかなと思います。そしてこのエアコンのメニューとかね格納することができます。そして運転席助手席シートヒーター、シートベンチレーション、ステアリングヒーターもオートで起動すると。要は表皮の温度とかがね暑いとシートベンチレーション起動して、寒いとシートヒーター、ステアリングヒーターが起動すると。めちゃくちゃ賢いです。そしてこのねナビ画面の横にはこういうステッチ付きのこうねソフトパッドで貼られていて、でこういうところもゴールドの過色がしてあって、ちょっとパッと見全然ねレクサス以上に見えちゃう。これねヒエラルキー的にどうなのよとは思いますが、いいに越したことはないですからね。でこういうところとかにもなんかメッキのラインが、こう貫通するようなデザインになってると。いや豪華だな。そしてエアコンの温度はねこうくるくる回す感じになっていて、機能を備えているデザインになっています。でデフロスターとかよく使うものに関しては表に出ていると。そして360度カメラ、これがつくことによってキノコミラーがなくなっていると。でアドバンストパークというねリモート駐車もついています。そしてハイブリッドモデルではですねリモート駐車なんとスマホで、車外にいてもリモート駐車ができるという超ハイテクな機能になっています。知ってました？こういう機能あんの。でハザードランプこんな感じ。ここもね結構しっとりした押し心地があります。でここもなんかゴールドのね過色がしてあったり、ナノ EX ついていたり、でこっち側はポドトリップのスイッチがありますが、この上のところとかこの超狭い隙間とか全部ソフトパッドですから、やべえっすわ。そしてここ置くだけ充電標準装備で USB のタイプ C が2口ついています。なんかハードプラむき出しのところがほぼないですね。でここのサイドのところも2パッドソフトパッドになっていて、これがセンターコンソールの肘置きのところにつながると。こういう土手のところまでなんかねソフトパッド貼られてますから。で、電気式のシフト、これ右に倒して下にやると D って入ると。
で上にやると R に入ると。で P は押すというタイプになっています。で電動パーキングブレーキとオートホールド。ホールドは多分おそらくメモリー機能はついてないと思います。そして蓋付きのドリンクホルダーですけれども、開けるとこんな感じで、中のこの仕切りは取れるんですが、かなりね立派な作りになってます。で鍵はアルファというねロゴがついているものになっているので、私みたいにトヨタ車何台持ちであっても鍵が分からなくならないというのはいいですね。そして、アームレストコンソール開けますと、中には HDMI と Type-C と、アクセサリーソケットがついていると。底面は、フェルトのような素材が貼ってあります。ここは、カチカチですね。で反対側からも開けることができると。ここ冷蔵庫の機能とかあってもいいのになとは思いますけどね、エグゼクティブラウンジだったら。そして助手席の方ですが、このエグゼクティブラウンジにはですね JBL のプレミアムサウンド、これがついてます。なのでツイッターがね JBL のロゴ付きのものになっていると。でここにもスピーカーがあると。でこの辺も当然広大な面積、ソフトパッドになっていて、このゴールドのとそして木目になってんのか。これがだからドアのところにつながるデザインなんだ。はあすげえな。そしてここがねドリンクホルダーになっていると。でパカッと開くと。でここのエアコンの風が当たるようになっていると。だから冬だったら飲み物があったかくなって、夏だったら飲み物が冷たくなるという気の利いた作りになっています。でこの広大な面積もソフトパッド、下もソフトパッド。これ確かアルファードの Z だとここカチカチだったような気がしたけどな。そして、ここを開けるとグローブボックスの中は起毛仕上げなどはされていません。そしてエグゼクティブラウンジとかだと付けられるこの DVD と CD の、メディアプレイヤー、これオプションですねが、装着されていました。続いてステアリングホイールですけれども、これも木目調と、革のコンビネーションになっていると。豪華な感じしますよね。そしてタッチトレーサーオペレーションというね、ここのスイッチがタッチセンサーになっていてですね、ヘッドアップディスプレイと連動してこう触っている場所がですね、このように表示されるんですね。でこれを機能もこう切り替えることができてですね、で曲とかなんかいろいろとこういう、ね、機能を、割り振ることができます。これもカスタムできます。で反対側もタッチトレーサーになっていて、これレクサスでね採用されてたんですよ。手綱コンセプトってレクサスだけかと思ってたらアルファードにも採用されちゃいましたね。でこれでメーターの中の情報を切り替える、スイッチになっていると。こんな感じでね、そのスイッチがここに備わっていると、割り振られているという感じになっていますが、タッチトレーサーで、ここで操作することができると。ただですね、一つ難点があって、アダプティブクルーズコントロールのスイッチもここに割り当てられてるんですね。これクルーズ中だとこの切り替えができなくなります。なのでメーターの情報切り替えがレーダークルーズコントロール中にはできないというのが、タッチトレーサーを使っている民としてはですね、不満ポイントですね。これなんとかしてほしいです。そして今回 12.3 インチのフル液晶メーター採用されました。これも大拍手ですね。でここは情報を切り替えることもできますし、地図も表示できると。この地図はですね、タッチトレーサーオペレーションとセットになっているということで、タッチトレーサーを、ヘッドアップディスプレイを装備しないアルファードの Z とかではこの地図表示できません。それ以外の、グレードではですね標準装備になっているので、地図もメーターの中に表示できると、ハイテクな、メーターとなっています。続いて、メーターフードもこの辺、ソフトパッドになっていて、ここにドリンクホルダーがあって、ここも風が当たるようになっていると。気が利いてますよね。で、ルーバーにもゴールドの加色がしてあるんだ。でなんとここね、Z プレミアとかではここただの土手でしたが、ここにパワースライドドアのスイッチ、そして後席のオットマン畳むスイッチがついてるんだ。これエグゼクティブラウンジだけですね。なるほど、ここが違うんですね、エグゼクティブラウンジとそれ以外のグレードでは。でここがアダプティブハイビームのオンオフスイッチ、パワースライドドアのオフ、あとね電源供給ボタン、フュエルリッドのオープナーのスイッチがあります。で続いてオーバーヘッドコンソールですけれども、これデジタルインナーミラー、エグゼクティブラウンジには標準だったかもしれないですね。でこれ普通の通常ミラーモードですけど、3列目まで人が乗っちゃうと多分後部座席のね、頭とかで後方視界が非常に悪くなると思うんで、やっぱデジタルインナーミラーあった方がいいと思います。こういうね多人数乗車の車は。そしてここタッチセンサーのルームランプ、さらにこれ前頭とやるとここが光ると、じんわり光ると、面発光する。この辺もねやっぱ質感ありますね。でサングラスホルダーも備わっていると。で SOS コール、これ自爆スイッチではないですからね、これ押すとオペレーターにつながる、緊急時につながるやつですね。煽り運転とかされた時とか事故を起こした時にはつながるものになってます。そしてダウンライトもついてる。で、スライドドアのスイッチと、あとこれパワーテールゲートのオープナーのスイッチがあります。ただし今回の新型アルファードベルファイアではですね、運転席の上の
ムーンルーフはなくなっちゃいました。前はねここねカチャってね手動で開けられて換気とかできたんですが、それなくなっちゃいました。今回は後部座席2列目3列目の左右独立のムーンルーフのみとなっています。そしてこのね天井とかこの辺の材質、これも起毛仕上げされてます。でバニティミラーも LED 照明付きとなっていると。いやこの辺は質感めちゃくちゃいいですね。でここもやっぱ起毛仕上げされてるんで、もうレクサス並みですね。続いて後席見ていきましょう。このねシーソースイッチなんですが、これがすごいんですよ。これ開けるとですね、一瞬これがこっちに動きます。見ててくださいね、こんな感じで一瞬こっち引くんですが、これ缶抜きを開けていると、これのロックを1回外して開けていると。今までのはガチャンっていう音がして開いてたんですが、そういうね音も不快な音もなくすようなこういうね細かな仕様になっていると。まさに和の文化ですよね。そして後部座席はこんな感じ、エグゼクティブラウンジなんでめちゃくちゃ広いですね。そしてニュートラルベージュのシートがめちゃくちゃ豪華に見える。で今回こちらユニバーサルステップが66,000円でオプションでついてますけども、これをつけることによって床面からの高さが22センチまでになると。これがないと30センチ以上足を上げないといけないですが、ユニバーサルステップを作ると22センチになると。で今までね助手席側にしかこのステップなかったんですが、今回から左右両方ね運転席助手席側両方つくようになって、どちらからでも足の不自由な方が乗り込みやすくなっているのはグッドですね。そしてシートですけれども、これもプレミアムナッパレザーになっています。いやー触り心地もいい。そしてエグゼクティブラウンジシートなんで中めちゃくちゃ立派ですね。じゃあそれでは乗り込んでみましょう。ここのグリップもねお子さんでも掴みやすいようにロングタイプになっていて、これもソフトパッドなんですよ。でここのグリップもソフトパッド、よっこらしょいち言わなくてもいいぐらい。じゃあドア閉めれてみるとこんな感じですね。ここにもゴールドの加色してあるんだ、すげえ。でゆっくり閉まると。はい。そして運転席と後部座席の膝前はもう分かんないぐらいですね。手のひら 2,3 枚分ぐらいあります。足もだから余裕で組めちゃいます。でエグゼクティブラウンジシートというねこの最上級のシートだと、このスライドとかもパワースライドになっています。おお動いてる動いてる。で動いてる動いてる。ロックもかかるから。で一番後ろにした状態でこれですね。まあ十分広いでしょうよという感じですね。シートバックにはグリップがついていて、で、シートバックポケット、運転席助手席側ついています。そして助手席をね運転手さんがこう運転席側からスライドしてVIP を乗せるときにねシート前に出すこともできるというスイッチがついています。でセンターコンソール後端にはですねエアコンのルバーがあって、ここもゴールドで加色されています。でリッドで蓋付きになってますが、ここもピアノブラックになっていて、開けると HDMI の端子と 1500W のアクセサリーコンセントがついていると。でこの辺もゴールドになっていると。でここのトレイの部分、ここは他のグレードではねプラでしたけど、エグゼクティブラウンジだとステッチ付きのソフトパッドになってるわ。で開けると中も起毛仕上げされてる。これだからゴミ捨てちゃダメですね、ここにね。はい。でそしてさらにここに隠し収納があってですね、引き出しになっていると。ちょっとした小物を、入れることができる助手席側にもついています。いやーもう至れり尽くせりすぎますね。でここにドリンクホルダーが隠されているということで、ここのパームレストもね非常に温まりますからね。そしてここにもドリンクホルダーありますね。さらに下に USB のタイプ C もついてるということで、この辺とかもソフトパッドになってるし、ここハードプラか。いやでもすごいなこれは。ちなみにドアの内側もこの豪華さですよ。ここもソフトパッド、上部もソフトパッドでね、電動ブラインドがあって、でさらにここに JBL のスピーカーパネルついてました。で木目調のパネルもついてると。やっぱエグゼクティブラウンジはねちょっと違いますね。装備充実してます。そしてエグゼクティブラウンジシート、やっぱ座り心地はすごいですね。もうグランクラスとか新幹線とかのああいうようなサイズと同じぐらいの広さになってると、肘置きのこう柔らかさが全然違う。でしかも今回シートヒーターはこの肘置きまであったかくなると。でオットマンまであったかくなるというもう超特等席になっています。これはエグゼクティブラウンジシートのみですね。そしてここが単なる腕置きパームレストかと思いきや、これがなんとですねスマホのようなタブレットになっていて、上にスワイプしてくださいというと、これがですね後部座席を快適に操作する端末になってるんですね。すげえなこれ。でスマートコンフォートというボタンがありますが、これポチリと押すと右側、マイオリジナルとかね、いろいろこうカスタムして置いておけますが、リラックスとか演出します。なんか動き出しました。
リクライニングしたりとか、シートベンチレーションとかそういうのが起動したりとか、なんかマッサージ始まった。すげえ。であとフォーカスとかね、他にもエナジャイズとかいろいろありますけど、くつろぎたい時ドリームにしてみましょうか。すごい。電動ブラインドが左右下がって、上のムーンルーフも閉まった。すげえ。静かになって超快適。なんか寝やすいような体勢になりました。これもプリセットでもっとオットマン出すとか細かく設定できると思うんですが、これをワンボタンで起動できるようになっていると。だからこう VIP の方がね、ちょっとの移動の時間とかでいちいち細かく設定するのめんどくせえよっていう時にポチッと押すとお休みモードとかになれると。こういうね気の利いたモードとかも用意されています。オーディオとかエアコンとかランプとかも調整できると。ランプも色が変わりましたし、これもね64色から設定ができるということで、こんなに色用意されているという感じですね。なんで色変えるとここはパープルになったりとかしてるんですが、ちょっと映ってるかわかんないですけど、色も変えられるというこういう端末が用意されているのがエグゼクティブラウンジシートですね。そしてしれっとね、さっきこれ下がってきましたけれども、この電動サンシェード、これも上からね下がってくるタイプっていうのはトヨタとしては初採用だそうです。反対側は閉まってますからね、これ左右独立で、開閉できると。そしてこちらがスーパーロングオーバーヘッドコンソールというものだそうで、これも初採用で、左右独立でこのようにね、ルーフがさっき閉まりましたけど、開けましょうかね。ルーフシェードっていうのがありますが、これをこんな感じで開けるんだ。左右独立して開閉することができると。反対側も開けてみましょうかね。このように、結構上の方まで開くと。3列目までは開かないんですね。2列目の上が開くというようなものになっているし、このイルミネーションが入っているし、ランプもこのようにつくと。でさらにエグゼクティブラウンジのみの装備となっていますが、この読書灯ですね、これがつくと。手元だけを照らしてくれるというようなものがエグゼクティブラウンジではついています。でさらに収納がこのようについていて、こっちにも物が置けるようになっていると。そしてここ14インチというね巨大なリアエンターテインメントシステムついてますが、これはねこの手元のこのリモコンでポンとやるとこれが開くそうです。ちょっと時間かかりますけど開きましたね。でかいモニター。このようにリアエンターテインメントシステム、巨大なものが立ち上がるという感じになってます。これは税の限りを尽くしているという感じですね。でさらにですね、このパームレストのところが開きまして、こう開くんだ。でニョキとテーブルが出てくると。すごっ。これもこのように開いて、ここにミラーになっていたりとかしてね、でテーブルでご飯食べたりパソコン広げたりすることもできると。でお化粧直しもできちゃうというね、こういう機能もついてるんですね。ここも滑り止めになっていると。いやこれはすごいわ。本当動く執務室という感じですね。こっち側でちょっと見た方が明るいんで見やすいと思いますが、エグゼクティブラウンジシートのこのねパワーシートの調整とか、こういうスイッチになってるんですね。でオットマンとかマイオリジナルとかでねプリセットしておくこともできると。でオットマンはこれかな。このようにオットマンが出てくると。しかも長さもスライドするというね、よりZ プレミアとか Z とかのオットマンよりも長いオットマンが出てくると。しかもここシートヒーターでここ温まるというものになっています。これはすごいですね。これちょっと片側全部ねフル展開しておきましょうか。そしてここがドリンクホルダーになっていると。でさらにここが開いて、でテーブルが出てくるという、これがね、全展開モードですね。いや笑うわ、こりゃすごいわ。でここのね端末がこう読み出して出てくるという税の限りを尽くしたシートとなっています。じゃあ3列目アクセスしてみましょう。ここのボタンで自動でスライドができるみたいですね。大丈夫なのかこれ。止まった、ちゃんと。で背もたれはこれは手動なんだ。そうすると3列目に乗り込むことができると。でも開口幅としては結構広いので普通に乗り込むことはできますね。それじゃあ乗り込んでみましょう。ステップがやっぱあるといいな。で2段という感じで乗り込みます。これよっこら小一言わなくても全然余裕で乗り込めますね。で3列目座りましたけども、3列目もリクライニングついてます。ここでねリクライニングすることができます。さらにアームレストもちゃんと左右独立でついていると。でこのシート自体も
ここでねスライドが手動ですけどもスライドすることができる。一番今ね後ろに後端になってます。さすがにエグゼクティブラウンジシートを一番後ろに倒していると、座る席としては、狭いですけども、はい、シートを戻したね状態でも手のひら1枚分ぐらい、拳 2.5 個分ぐらいはありますね。で、エグゼクティブラウンジシートの前も、全然余裕でしょこれなら。やっぱ2列目3列目余裕で座れますね。そして、サイドのところ見ていきますが、ここね電動サンシェードついていると。でこの辺も全て肝押し上げされていると。でここもソフトパッド、ここもソフトパッド、ニュートラルベージュいいですね。そしてここに USB のタイプ C、 しかも光るんで夜でも差し間違いないですね。でカップホルダー2口あって、ここにちょっと荷物が置けるようになっていると。で反対側もドリンクホルダー1つと、USB ソケット1つついています。でグリップがついていて、電動ブラインド今降りてる状態ですね。でオーバーヘッドコンソールですけれどもスーパーロングになっていて、ここで正面の入り切り、エアコンのルーバーで、サングラス入れたり、ティッシュはねちっちゃいやつだったら入りそうですね。そういうオーバーヘッドコンソールもついているという感じです。続いてラゲッジスペースもチェックしていきましょう。ラゲッジのねパワーテールゲートのオープナーはここにね隠されるデザインになってるんですよね。デザインを損なわない位置にスイッチがついているという感じです。でパワーテールゲートを開けるとこんな感じ。3列目まで使っているとラゲッジスペースのミニマムですけども、実はですねこの床下の収納がかなり広いんですね。かなり深く掘り込まれているので、ボストンバッグ 3,4 個はね乗せられるんじゃないかと。今ヘッドレストがここにありますけれども、後部座席は3人掛けになっています。この真ん中のところもね開いて、ここ三角表示板ぐらいが入れられるようになっています。で3列シート格納してみましょうかね。でここのレバーを引くとバカンと倒れて、ワンタッチで上がると。ただここの紐でねこれをこのバックルを止めるというような感じになりますので、ノアボクシーみたいにねワンタッチポンとはいかないですけども、比較的簡単に跳ね上げることはできます。でこの紐をね、引っ掛けておく必要はありますけどね、はい、これで止めると、左右跳ね上げた感じになります。ちょっと上空の圧迫感はありますけど、高さのあるものも収納することができると。こういう感じで使う人ってほとんどいないんじゃないかなとは思いますけどね。そして、床下収納はかなり広いというのをもう一回ね改めて見ておきましょう。ここまで広いんで、これがだから反対側までつながってるぐらい広いんで、かなりね床下収納が広いです。はい、ということで今回アルファードベルファイアのチーフエンジニアの吉岡さんになんと、突撃インタビューをさせていただきます。よろしくお願いいたします。今回、アルファードの Z はですね、2.5 リッターエンジンと CVT の組み合わせっていうのは、先代からのキャリーオーバーという形になっていると思いますが、その辺はなんか採用した理由っていうのはあるんですか？そうですね、はい、先代もですねこの 2.5 リッターのコンベンショナルエンジンはですね、全体の6割を占めるということで、大変お客様にご好評でした。ですので、今回もこれを残地しましてですね、マルチパスウェイの考え方の中で、しっかりこういうユニットを使ってお客様に満足いただけるような、そういう車作りをしてございます。一回これでこうお客さんの様子を見るというような感じですかね。そうですね、はい、ありがとうございます。あとアルファードとベルファイアの、例えばエグゼクティブラウンジで比較してもですね、価格差が20万円あると。で同じハイブリッドで比較するとこの70万円価格差があったりとかするんですけれども、このアルファードとベルファイアの価格差っていうのは、そのベルファイアの方にはブレースが追加されていたりとかするというようなことなんですが、それ以外には何かありますかね？そうですね、衣装の違いもございますし、先ほどおっしゃられたですね、ブレースをはじめとするベルファイアらしいですね走りの味、こういったものをですね価格にですね少し反映した形で差がついてございます。ちょっとベルファイアの方がプレミア感があるというようなイメージですかね。そうですね、本当にベルファイアをもう好きで買っていただいたお客様というのが今たくさんおられますので、そういうお客様に気持ちに応える、そういった商品の中身をですねしっかり今回織り込んでございます。結構その衣装の部分というところではメッキのパーツがアルファードより多かったりとかいうようなところも価格に反映されているということですね。そういうメッキ部分だったり、そのハードの少し違いといったところもいろんな違いがありますので、そういったところも織り込んで、今回価格設定しています。あと個人的にちょっと残念だなと思うのが、助手席のオットマンが廃止になったということで、これ惜しまれる声っていうのは結構あると思うんですけど、これなんでなくしちゃった感じなんですか？オットマンはですね、フロント席であるとやはりいろんなですね
足元の空間だとか、そういったところを考えますとですね、これはあえて割り切りとして今回はなくさせてもらってます。ここは少し取捨選択の中でなくなっちゃった、なるほど。ちょっと結構奥様をね助手席に乗せる方は、奥さんからあれなくなっちゃったのみたいな声があるというようなコメントもいただいてますんで、今後ねなんか追加されたりとかするといいなと願いつつ。ありがとうございます。でオットマン、なくなったんですけれども、今回ですね標準でシートベンチレーションだとかシートヒーターっていう機能もついてございますので、ぜひ奥様もそういうですね音調機能がついたシートでですねゆったりと、移動していただければなと、そんなふうに考えてございます。シートベンチレーションも標準装備ですもんね今回。その辺はだからすごい進化してますよね。はい、ありがとうございます。はい、といった感じで新型アルファードの最上級グレードエグゼクティブラウンジ内外装を見てみましたけれども、いかがだったでしょうか。いやこれはねもう成功者の車ですね。運転するというよりは後部座席座ってちょっとふんぞり返っていたいですね。運転される方はねエグゼクティブラウンジじゃなくて Z プレミアムとか Z 買われると良いんじゃないかと思いますけれども、ショーファーカー後部座席に VIP を乗せる仕様としてはいやこれ以上ない快適な車になっていると思います。だからセダンでね、センチュリーとかレクサス LS とか、そういう車ありますけれども、それよりは最近ではもう後部座席に VIP 乗せるんだったらアルファードベルファイアというような時代になってきてますよね。海外でも大人気になってますからね。気になっている方はねお近くのトヨタのお店足を運んで商談見積もりされてみてはいかがでしょうか。私自身もね、新型ベルファイア、ハイブリッドの Z プレミア、予約していますので、これからもねアルベルの情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。新型アルファードベルファイアの見積もり、私が購入した、ベルファイア Z プレミアの見積もりはじめおすすめグレードの見積もりなんかもねブログでまとめていますので、下の概要欄トップコメントご手で貼っておきますので、込み込みいくらで買えるか、オプション何つければいいのかとかはね、ぜひそちらの方をチェックしてみてください。車でも何でもね欲しいと思った時が買い時ですからね、好きなの買って決断していきましょう。それではあなたの物欲6車買うチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。